というような、なるべくあれですね、もうついてガチッとこう受け止めて入っていくというような技なんですよ。なるほどなるほど、もう確実にこう力で止めるっていう力で力強さで、じゃあ逆突きでついてくれる、思いっきり、はい、おお、もっとガンというような痛くないですか？痛いです。だから逆に相手の方が痛いというような、必ずしも落とすというよりはこう締めていくという感じですかね。こう締める、こう締める。腕というよりは、例えば、来てください。ゆっくり来てください。逆突きでじゃあ。この辺が締まってる感じかな。はあはあはあ、なるほど。これ腕で行こうとすると腕だけの力になってしまうので、負けてしまいますので、それからじゃあ上段の追い突きがこれも手だけだとなので、こういうところがこう締まってきます。空手はこういう操作があるね。はいはい。だからこの場合でもこの引きがすごく重要になってくるんですね。こちらだけではなくて、これも、なるほどなるほど。それからもう一つ受けに入る場合にですね、必ずこう自分の前前面はしっかりこう守りながら入るというのが基本です。下受けにしてもそうです。このままそうではなくて、必ず交差をして万が一、受け損なってもですね、隙を作らないような、基本的にはこう自分をいつも守りながら、あるいは受けられなくても最低限攻撃をもらわないような、という考えが基本になってます。はい。中段突きを流していくと。いうことですけども、大事なのはですね、この体の動きと手の動きが一致するということで、例えばこう手の動きとバラバラになってしまうと、だから必ずこう一致した動きになりますよということですね。その辺が大事なところですかね。で、突きってあれですよね、正面についてきて、ついてる、しっかりです。正面の力は強いですけども、横からの動きには結構弱いんですよね。だからそういうところを利用して流していくと。基本的に受けの動作としては今の落下か流水かという流れになります。でその他に落下流水転移というのも今ちょっと動きましたけれども、この相手の攻撃の線から自分の体を外すということですね。ですのでいろんな受けがありますけれども、基本的には、転移を使って、いいよ
線から外していく、これも必要最小限の中で動きの中でやるということが大事で、受けるということは次の反撃があって、意味があることなので、そこは必要最小限の中で勝負をしていくと、なるほど。いうところが大事なところかなと。で、基本的にはまあいいよを受けました。大体この角度も大事で、一応天心八方ってあると言いましたけれども、この位置だとですね、相手の突きは、それほどでもないけど、その角度は逆にですね、例えばじゃあこう今来ました、これだと受けられるけれども、こっちも今度届かない位置になります。ちょっと一回触って、で逆にですね、あんまり角度がつきすぎると相手も、だから基本的にはだいたい45度のあたりに入っていくと、受けと攻撃反撃が合理的にできますよ。なるほど。はい。45度。ああ、なるほど。がだいたい適当な目安だと思っていただければ。大事な要は自分のが相手の正面を取っている。それは常に取らなきゃならないですよね。例えば来て、こう受けたりするっていうのは、もう相手にね、逆に相手の方がこれいい立場になっちゃうますので、必ず相手に対してこう入っていくというのが大事なところかな。なるほど。それと首里手の方ではですね、基本的に半身になって受けます。こういう形ですね。で、ここから腰が入って反撃になると。これ例えばこういうふうに受けてしまうと相手と正対してしまいますので、ついてみてまともにもらってしまうと。ので半身になっていればですね、多少こう力が流れますので、なるほど。基本的には半身で受けは行います。45度プラス半身っていうイメージどうですか？そうですね。で、我々ね、普段練習するのが元立ちに行ってください。中段突き、こういう受けの、そういう練習をするんですけども、要はですね、その他にもう一回ついてください。こういう横受けっていうのもあります。必ず半身から突きに入っていくというんだけれども、何がお伝えしたいかというとですね、実際に空手のすごくこう動きが大きくて実際に使えないんじゃないかなっていう疑問があると思うんですけども、その中で一人は最小限のその場で今やったやつ、こう入ってこう受けていきます。受けて、こういうのも同じです。横打ちで。じゃあ今度上段。というようになるべく無駄のない動きの中で、
例えばですね、じゃあ下段払いでもいいや、はい、この時にですねこう上げてしまったり、あるいはこういう動きが入ってしまうともう間に合わないですよね、はい、こう入っていかないと、一人はなるべくこう無駄な動きがなくて、まあその分派手さはないんですけども、まあ、流派によってはというような動きが入るんですけれども、実際にそれをやるとですね、もうその時点で入ってしまうので、なるべく無駄のない動きで、他にはこう来ます。さっきの元立ちでいいですよ。つくような動作にこうなってくるんですよ。はあ、なるほどな。こういってからこういう動きではなくて、斜めに突き上げるような動作になります。ちょっとつくよ。ほうほうほう。なので、なるほどなるほど。ほうほうほう。お前しっかり向けよ。ああ、なるほど。こういうのでも力が基本的にはじゃあ上から打っていって流れていくような。なるほど。ああ、なるほど。ああ。もう一回打ってみて。思いっきり打ってみて。これだと負けて、はい入っちゃうんですよね。こういう動きになるとね。それを思いっきり。なるほど。剣みたいな感じですね。剣を真横。基本的にさっきの下段払い、その場でこう受けますね。もう一度、まあ、こう直線的に受けていきます。これが首里手の受けになります。それに対して那覇手はこういうような受けですね。少し円を描いて、というのはもう少し間合いが近くなりますので、ここから振っているとこういう動きになってきます。落とすだけというような。それから横受けにしてもですね、首里手の場合はこう直線的な動きになりますけれども、少しこういうような肘を中心にちょっとそっちもついてくる、こういうような使い方になります。なんかちょっと絡まる感じそうですね。ですかね。なんか見てると。というようなところに違いがあります。で、屈伸というのはこの足の曲げ伸ばしのことなので、例えば、はい、ついてここにいれば当たりますけれども、こう猫足立ちになることによって間合いを切れます。まあ、ここだけでも外すことはできますけれども、少しこう転移を入れることによって方向を変えて、でなおかつ間合いも切ってます。で今度立ち上がることによって間合いを詰めると、そんなにこう動かなくてもですね、足の位置を変えなくても反撃ができると。で、まあ、私が普段教えているのは、まあこの時に前に出るということですよね、自分の体重を使って。だけれどもこうやった時点でこれは分かってしまうので、相手に、それを分からないするのは、まあ、丹田を中心に少し自分の中でこう体重移動をすると、それは相手に気づかれないように入っていくと。その丹田、今どういうふうに自分の中でイメージした丹田がどういうふうに、体の中心がこの辺にあるよというようなことで、こう中心にこう少し自分の中で変化をつけるというのかな、意識の中で。ですので、それが丹田中心ではないとこういうような動きになって、今言ってたらもう頭の重さで前に出る感じがありましたもんね。ではなくて、こう中心に
と出ていくような、だからそれは型の中でも例えばここから次の移動に入るときに入っていくようなるほど。予備動作がない最短最速の中に非常に目に見えにくい重心移動があるっていうことを言えばなんかおーっていう興奮します。じゃあ最後に、転移をやったので転移屈伸もやったので、反撃、はい。これはじゃあ一つ、型を例にやりますね、じゃあ上段突きで横払いします、で相手がついてきます、はいその時にこう入ってきます、はいはい。もう一回その場についてなるほど。まあカウンターっていう言い方ですかね。だからもうそうですね、これ簡単に突き受けと言いますけれども、突き受け、突き受け。うん一応受けまあなんですね。受けから始まって反撃も同時になっているという。相打ちってことですか。とは違う。相打ちじゃないとは違うんですよね。まあタイミング的には相打ちかもしれないんだけれども、これがですね、これなんでなんでか先生のパンチしか当たんないんだっていう話ですよね。なんででしょう。なんででしょう。今のような要素が特徴的に現れる方がさっきおっしゃってた指定型の伐採でした。伐採大水エンジン、例えばじゃあ伐採台、じゃあ2挙止め試しにね、こう横受けで受けます。はい。でさらについてきたのを今度前足を引くことによって前を切ります。で反撃と、これも、まあ、転移と屈伸と横受けだったけれども、で屈伸することによって前を切る。ですから例えば足開いても上体の位置が変わらないと全く意味がないんですよね。自然に正しい前屈立ちになることによって間合いが切れると、転移してる。そうですね、転移と間合いの、切りですよね、でまた元別に戻ると反撃できるという間合いのやり取りが、屈伸の要素が入ってたんです。これ屈伸曲がってるじゃないですか、これなるほど屈伸と転移、この最初の位置から転移をして屈伸を使って受けていますよ。でさらに下のまた間合いを切って反撃できますよと。これさっき言ったように、例えばじゃあまっすぐ下がってしまうと、間合いはいい位置に立てないので、基本的には45度の方に出ていくと。なるほど。なんかそうですね。うまく説明はできないかもしれないですけど、なんて言えばいいんだろう。空間の支配とか、まあ周りの支配の仕方ってことですよね。そうですね、最短最速を成立させるための間合いの支配の仕方みたいなところにその45度だったりとか、屈伸でこう距離を稼いだりとかっていう話ですよね、おそらくは。なるほど。